こんにちは。2023年10月19日木曜日、午前10時19分です。これから始めます。ほい。今日も朝は質問からお答えします。前に鳴り予測は、次の鳴りは予想できるって動画上げましたね。その時は、ほとんど視聴されなかったんですけどね、あんまり人気のある動画ではなかったんですが、時々コメントきますね。そんなことあるわけないじゃないか、みたいなニュアンスですけどね。動画上は、次の鳴り時刻は予想できるって作っちゃったんですけど、厳密に言うと、干される時間は予想できるですね。その時間を過ぎると、普通になりますよってことで、立て込んで、自分の仕事入るじゃないですか。もうすぐ干されるなってんで、体感的にはわかるんだけど、実際入ってみて、次、どのくらいまで待てばいいのかって普通わかんないじゃないですか。で、綿密に、計算していって出していくと、あと何分って出るんですよね。で、熟成で誰か蹴ったやつが来た場合、その時も鳴っちゃう場合もあるけど、だいたい干される時間帯っていうのは他の配達員さんも余ってますから、ほぼその時間干されます。でその時間計算できると、安心できます。でも実際自分も毎回計算してるわけではないです。あそこで番組上、そういう風に作りましたけども、実際はそんなに計算してません。多分このくらいの感じだろうと。で分かってるとね、結構安心できます。ですので、ある程度、自分の経験則ですけど、データに基づいて、そういう計算をしますので、それほど全然、間違った情報ではないと僕は思ってます。わかんないですよ。全然違うかもしれないけど、僕は信じてます。よかったら、その動画ご覧ください。で、昨日の上げた動画への指摘で、1M じゃないですよって、1メガですよって。確かにそうだ。ほーと思いました。子供が20歳以下だったら、って驚くじゃないですか。で、20歳以上だったら、へーって驚きますよね。で、40歳以上になると、ほーなりますよね。昨日は、ほーでした。確かにそうだ。上はテラ、ギガ、メガ、キロでしたっけ、その下。ね。で、それはメガだ。覚えておきます。ちょっと反省します。1ミリオンじゃないよ。1マックじゃないよ。1マクドじゃないよ。1メガです。皆さん。ね。皆さんは知ってんだろう。俺がわかんないんだけどね。ちょっと反省します。皿回しみたいに反省しますから。反省。あと、そうですね。携帯の話ですね。携帯の話は奥深いですね。で、古い携帯でも感度は問題ない。じゃあどうしてだ？一つ指摘してくれた方がいます。いつもの方ですね。スリープ状態でダメなんじゃないか。あるかもしれない。僕は前にも言いましたけども、スワイプして、配達開始します。その時に最初ちょっと時間かかりますけども、地図見て、こうやって行って、ここのタバコ屋さんの角を通り過ぎた、曲がって3軒目ぐらいだな、みたいな確認して、で、これはスマートフォンはもうポッケにしまっちゃって、途中で見ないでビューンって言います。その時に、スリープになりますよね。でも携帯が新しい時はほとんどクレームないんですけども、ある程度、ちょっとへたれた携帯になってくると、お客さんのところに GPS がね、うまく動いて飛ばないみたいで、稀にですけど、連絡に来ます。この間は室町で引き取って、京町だったかな。北九州以外の人は知りませんね。こっちからこっち行くのに GPS はこっち飛んでた。で、お客さんがそれ見て、トゥルトゥルって電話来るんですよ。で、あんた何で反対の方行ってるんですか？何やってんですか？本当に何やってんですか？って言って、怒ってるんですよ。いや、ちょ、待ってください。で、私が覚えてたのは、この、ブラブラマンションっていうところで、そのブラブラマンションの周りには、こういう A っていうお店もあって、こういう B っていう川もあって、そこじゃないんですかって聞いたら、そうです。すいませんでしたって言って、向こうの方は、逆に謝ってくれて、すぐ配達できたんですけども、実際っていうのはGPS はね、あんまり僕の当てにならないみたいで、ピョン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 と、飛んじゃったり、全然動かなかったりするみたいです。で、ある人は、最近ないけど、東京の方でやってた時は、すいません。電話かかってきてね、すいません。全然動いてないんですけど、いつ来るんですか？
それもちょっと男の人で怒ってるんですよ。全然持ってませんよね、つって。ずっと走ってるけどな、って言って。今現在地は、ここですって言うと、みたいな感じなんですよね。で、まあ、到着してから、GPS は、必ずしも、正確じゃない時もあるんで、すいませんね、ってやると、ああ、そうなんだ、ってなるんですけどね。スリープが関係しているのかどうか、私もわかんないですけど、それもやっぱり携帯電話がちょっと古くなってくると、そういう問い合わせが多くなってくるイメージはあります。で、今日はそんなところかな。あとは、ご質問なかったと思います。出発します。1億2000万人の皆さんにズームイン出発。八幡東区役所に行こうと思って、その前でなりました。ちょっと先、配達してきます。ここからは踏ん張っても歩いても同じなんで、10分ぐらい登ります。歩いて登ります。1軒目、日の出ドロップです。ちょっと汗をかきました。役場は下におります。この3号線バイパスなんですけど、この下の信号のところまで、門司方面から自転車では来れます。伊東津方面から自転車では来れます。この信号の先から下は自転車は行けません。伊東津方面から登ってくるルートは、両サイド歩行者道路ありますんで、ここを登ってくれば自転車でも結構楽です。今下のバイパスの向こう側に見えるのが北九州市の鞘ヶ谷陸上競技場です。でここちょっと左に行きますとなだらかな山が3つ見えるんですけども、一番左のてっぺんがコンピラ山で神社があります。コンピラ神社、ちょっとだけ祠が影が見えるんですよね。でコンピラ山のちょっと左側下がったところに、高いビルの影が見えますけど、あれが小倉駅周辺で一番高いビルです。ですからあっちの方が小倉駅になります。バイパスを下っていくと、井堀、戸端の井堀のところ行きまして、そこまたもっと下っていくと、いつも待機している伊東津ってところに行きます。読谷公園待機です。どうしようかな。昼時で働かなければいけないんですけど、自分がお腹空いちゃった。さっきデイリーに寄ったらデイリー撤退してて、アンパン食いたいんですけどね。2軒目ドロップ新池です。オンラインカップヌードル、日清です。カップ麺食い終わったらちょうどなりました。すぐ行きます。3本目千房ドロップです。境川公園待機です。 YouTube の今後どうしようかなと思ってちょっと研究するために他の方の YouTube 見たり、 YouTube の先生みたいな方がいてね、YouTube 運営するにはこういう風にしたらいいですよとかね、で教えてくれるんだけど、その中で台本を進める人が多いんですよね。台本を書いてその通りにやった方が内容が充実しますと。台本僕書いてないんだけど、台本必要かしら。確かにね、テレビ番組なんかでも全部台本あるじゃないですか。で前僕が、一つだけお手伝いしたねやってやつがあって、編集する人が編集しやすいようにタイムキッパーっていう仕事を見たいですけどね、その時間を計ったり表情を取ったり特徴を取ったりする仕事あるんですけど、かなりめんどくさい仕事です。でその仕事を見るときに生のね映像、生の映像って言わないか、編集前のビデオの映像をずーっと見れるんですけど、でそこを見るとスタッフの方が働いてるのも見れるんですよね。でスタッフの方が芸人さんに、ここまで来たらこのポーズ取ってここで頭をボンって叩いてくださいとかね、全部スタッフさんが指示してるのね。であれを見ちゃうと、芸人さんずっとあれでやらされてるんだって思いますね。と思ったけど、僕台本書いてまでやるのちょっとかったるいな。このまんまのスタイルでいきます。適当にくっちゃべって終わりみたいね、何も考えてないで終わりみたいね、吉牛になりました。行ってきます。4軒目ドロップ境川です。またならない公園待機です。さっき吉野家で読み上げの時に
卵が入ってる入ってないでちょっと店員さんドギマギしてましたね。お店の端末の方には牛丼と卵がありまして、僕の端末には卵がないんですよね。そういう時はいつもウーバーの配達員の、端末のね注文は正確じゃないんで、ご注文の内容は店舗の端末で確認してくださいとお願いしてます。なぜかっていうと、もともと Uber の、システムは番号だけで確認してね、でお店で作ったものを棚に置いといて、で番号だけ書いて、配達員はそれを番号見て勝手に取ってってください、そういうシステムが基本なんです。でそれがだんだんお店の人も確認する、配達員も確認するが多くなって、それからまたさらにまどろっこしくなって内容も確認してくださいで最近の風潮としてはなってるけど、もともととしては番号だけ確認して持ってってくださいのシステムなんで、ウーバーの方も上の方もその配達員の端末の注文内容の正確さにはそれほどこだわってないんで、今でもあんまり正確じゃないです。昔に比べたら正確ですけど。で料理の読み上げの是非の話になるとみんな熱く語るんで話が長くなるんですけどもね、僕はこうしてます。他社さんが読み上げを始めて、ウーバーの配達員が来た時も読み上げが普通になっちゃってることもあるんですけども、お店の方もそれやんなくてもいいよって知らないでなんとなくやってる場合があるんですよね。で北九州に来てからのあるお店の話ですけど、すごく忙しいのに一生懸命読み上げしようとするんです。それである日もし御社の方でルールとしてやりたいならそれはそれでいいんですけど、ウーバーの会社としては読み上げはお願いしなくて番号だけの確認だけで大丈夫ってことになってますので、もし大変でしたら番号だけでもいいんですよって言ったら、アルバイトさんがそうなんですかって知らなかったんですよね。店長も多分知らなかった。でその後そのお店は読み上げはなくなりました。働く人も楽な方がいいですからね。そういうのを情報知ったらいらないんだってことでなくなりました。ですので店舗で言われたからやみくもにやらなければいけないじゃなくて、ウーバーのルールはルールとしてありますから、もし店舗側がご存知なければね、忙しくてやってらんないみたいな感じなのにやってるって状況が続いたら、もし必要なければやめた方がいいんじゃないですかっていう提案するのも手です。6軒目ドロップ中原西です。7軒目が愛宕ドロップです。伊東津まで移動します。マック3分熟成になりました。行きます。8軒目終了、南小倉です。再度いつもの公園です。9軒目木町ドロップです。大手町待機です。昨日通信速度制限解除してから順調になっています。ここまで順調だとやっぱりこの間ならなかった5日半、約6日間は1M、1メガのせいだったと思いますね。で、今アハモが11メガなんですけども、これがいい時は100メガまでいきます。でこんだけなるとこのブロードバンドがいつも大きい方がもっとなるのかしらって思っちゃいますよね。それともどっかで限度があるのかしら。もし大きいのを使ってて良くなるよって方がいらしたら、こっそり私にだけ教えてください。10軒目小金ドロップです。今日は貴船で終わりました。ちょっと伊東津まで時間がおっしゃって持たないんで終わりにしました。今日の運転時間の利用率は 29% で、かなりいいです。これは週の全般通信不良であんまり仕事できなかった分が今日回ってきてるのか、それとも今日たまたまよくて明日調整されるのか、明日以降やってみないとよく分かりません。ではまた明日。
さよなら。